子の熱波ラジオ12分でサウナラー、このラジオを聞き終わったらちょうど12分サウナの砂時計代わりになるラジオです。私たちもサウナからお届けしています。お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。お願いします。はい、ホリデーシーズンですね。12月入りましたね。入りましたね。あっという間。すっげえジジイみたいなこと言っていいですか？いきなりジジイ。1年がもう年々早い。めちゃジジイだ。いやマジで早いっす。そしたらもう私もかなりジジイ寄りにもうなってきてます。いやババ寄りになってください。せめて。なんで性別変わるんですか？いやババって言いたくないじゃないですか。言いたくないですか？ジジイはいいんですか？そうですよ。ジジイはなんとなく言いやすい。なるほど。そうですよね。年々早い。はあはあ、そうですよね。いや本当ですよ。もうね。でもこれが始まったのが何月からでしたっけ？これが夏ぐらいからか。ぐらいですよね。はい、夏から始まって、半年は経たないけど、はい。そうですね。いやでもたくさん話してきましたからね。そうですね。ほぼが無駄な時間ですけどね。不毛なトークなんで。本当何があって皆さん聞いてくれて本当ありがとうございます。なんで、ちょっと僕一個サウナの話したいなと思って。お、いいですね。っていうのも、先週名古屋行ったんですよ。で、あ、こんなサウナあるんだと思ったサウナがあって。どこ？キャナルリゾートって知ってます？知ってます。行ったことないですけど。いや、さすがですね。でも、轟いてるんですね。スーパー銭湯、そうです。ですよね。はい。はい。で、スーパー銭湯で、まあ、お風呂、男性の方入りましたけど、サウナも2種類ぐらいしっかりロウリュのと、塩サウナと。で、露天風呂もあって、外には、水深2メートルの水風呂。キャナルのね、一番こう醍醐味と言いますか。はい。でも僕は一番の醍醐味それじゃないなと思ったんですよ。何ですか？これまだあるんですけど、ちなみに、で、岩盤浴エリア。追加料金を払って。で、岩盤浴も6種類、7種類ぐらいあるんです。おー、すごい。で、岩盤浴の手前にはフードコートあったり。はい、はい。広いですね。広いんですよ。で、岩盤浴抜けたら、外テラス出れるんですけど、バレルサウナと。そうカップルで入ってくださいっていう、男性の方のところはもちろんカップルでは入れないじゃないですか。女性の方ももちろん。でも外のそこ行けばその一緒に行ったカップルで入れるっていう。それって岩盤浴って寒い着てるじゃないですか。はい、で外のテラスにあるサウナは水着になる。そう岩盤浴着。岩盤浴着で、でも一緒に入れると。でバレルサウナとテントサウナ。盛りだくさん。はい。すごい音がしましたけども。はい。サウナですから。はい。マイナス20度の冷却サウナみたいな。まあ逆サウナみたいな。はい。アイスルームですね。アイスルームもあって、でも、まだ、この僕が一番惹かれたのはまだ名前出してないんですけど。何？なんか、ファンキーなんとかっていうところがあって、それはもう、視聴覚室ぐらいの大きさ。学校の。教室より、クラスの教室よりもうちょいでかい。視聴覚室でかいじゃないですか。めっちゃ広いですね。広いです。で、そこの、もうなんもないんですよ。タイルバーンって引いてあって。で、正面に、こう MC 台っていうんですか、DJ がこう回すような台。で、その後ろに100インチのモニター。でかい。で、右前方に、そのサウナストーンが3つぐらいパンパンパンってあって、あとはもうフロアなんですよ。で、ライト、赤いライト、青いライト、グリーンのライト、パーンってパーティー。そう、もうクラブなんですよ。クラブだ。で、だからファンキーなんとかって言うんですけど、ファンキーなんとかなんとかはちょっともうすみません覚えてないんですけど興奮しすぎてねちょっとね。で、通常の時は、今日は誰々です、アドルの MV が流れてます。明日はももクロの MV の日ですとか。めっちゃアゲアゲサウナですね。そうなんですよ。でも俺思ったんですけど、なんか企画できそうって。できそう。めっちゃ、あと箱でかい。箱でかいんですよ。視聴覚室ぐらいあります。めっちゃ、本当に？はい。嘘だ。いや、本当です。見たことないよ。ちょっとね。そんな広いのを、じゃあ、ちゃんと温められてるんですか、それ？熱いんですよ、しっかり。さすが。素晴らしい。で、あそこで多分スタンディングで、じゃあ例えばですけど、じゃあ、このラジオ公開、生収録って言って、その MC 台のとこ立って、なんかちょっと VTR とか流しながら、スタンディングでお客さん入れてみたいなこともできるんですけど、俺多分もう途中で倒れると思うんですよ。もうなんか、もうほんとクラブのノリで入れちゃうような、さっき言ったライトとかすごいですから。カラフルなね、ネオンの。はい。
みんなでじゃあパリピサウナでもしますか？パリピサウナですよ。なんかほんとタオル回し始めたらもう湘南の風のライブみたいな。やりたいですねそれ。で僕は初めてだったんですよ。そういうなんていうんですか、体験、なんていうんですか、そういう多分サウナ。それって前からあるのかな、できたのかな。知らなかったです。もしかしたら、南エリアっていうのが新しくできたのかな。なんか南エリアって書いてあって、でそこにできた。多分バレルとかテントも南エリアに入ると思うんですけど。でもそれ確かに2メートルの水風呂よりもインパクト大ですね。インパクト大です。ただ僕が行った時は誰もいなかったですけどね。一人で行ってないですよね。一人で行ってないんですけど、その一緒に行った仕事のディレクターと一人でタオル回してたらちょっとびっくりしちゃうんですけど。タオル回さなかったですけど、でもサウナ好きのディレクターと行って、ここなんかできますよね、できるねっつって。てかやりたい、パリピサウナ。パリピサウナ、そこでみんなのなんかこうね、サウナトークとかでいただいてる不毛な話とかを、もうこのなんていうの、登壇じゃないですけど、前でちょっとお話ししたりとか聞いたりして、あげあげ解決します。あげあげ解決いいですね。とりあえずポジティブに。そうでその後みんなマイナス20度で冷やして、そうですね、頭冷めさせて。僕髪の毛凍りましたもん。そんなに？20度。そっか、マイナス20度ってそう凍っちゃいますよね。そうなんですよ。だからちょっとね、なんか機会があればぜひね、地方行けるのもいいし、まずちょっとね、私もちょっと体験してきます。ぜひぜひ。じゃあ今回は別にあげあげ解決になるかわかんないですけど、いきますか。いきますか。サウナトーク。はい。不毛なトークいきましょう。さあ、サウナ。では、さからいきたいと思います。わお、長い。いきましょう。ロッカーナンバー5番、きっちゃん、緊急事態です。今付き合って1年の彼女との間で結婚の話が出ています。彼女のことが好きですし、結婚したい意思はあるのですが、あることを思い出して悩んでいます。それは出会った当初、飲みの時、彼女が結婚相手の理想として、これくらいの年収があったらいいと言っていて、私は、じゃあ俺は〇〇ちゃんの結婚対象に入ってるとつい言ってしまいました。そんな非常識な額ではなく、年齢に対して平均的な額ですが、実際には私の年収は彼女の理想とする年収の半分強しかありません。彼女に真実を打ち明けようか、でも結婚の話がなくなるのではと思い決断できません。私はどうしたらいいでしょうか。来ました、緊急事態。嘘ついたってことですね。簡単に言うとね、これぐらいの年収の人がいいな、結婚相手はって言って、俺あるよみたいなこと言ってたけど、実際半分強。そうでもね、平均的なの。例えば600万円ぐらい彼女が600万円ぐらいは欲しいなって言ってたら、300万ちょっとしかないとか。そうですね。これでも結構半分って差あるじゃないですか。あるし、これって多分結構よくある事態だと思うんですよ。結構その年収問題とかって、まずこの彼女がいくらって言ったかなわからないんですけど、とんでもない額だったかもしれないし、でも平均ぐらいって言ってるんですよね。いや、彼の年齢に対して平均の額をもらってるんだけど、彼は別にそんな非常識な額ではなくて、彼じゃないのかなこれ。彼女が言ってるのがってことじゃないですか。彼女が言ってるのが、例えば30歳だったら、僕30歳の世間の年収知らないですけど、さっき言った、500万だったら280万ぐらいしかないけどなとか、そういうことですよね。そういうことですね。でもなんか嘘っちゃ嘘だけど、割と男の子ってこういうちょっとね、見え張るっていうか、少年ジャンプみたいなもんじゃないですか。少年ジャンプみたいなもんジャンプしちゃったみたいな。だってね、飲みの時にこの子がいいと思った時に、やっぱちょっとしたカッコつけをしちゃったわけじゃないですか。私これ、年収のことって年収の問題っていうよりは、なんかどう誠実に戦うかっていうか、誠実のなんか棚卸しだと思う。園さんはこれやられて許せます？じゃあ園さんが例えばいくらかわかんないですよ、2億欲しいって思ってて、2億を普通に受け入れましたね今。って言ってまあで、例えばじゃあ分かりやすく数字で1000万ぐらい欲しいなと思ってて、500万ぐらいしかなかったってなって、そうなの？じゃあ私結婚やめるって言わないですか？なんかこの結婚の話まで出てくってことは、やっぱりそれなり多分ね、付き合って1年ぐらいね、1年でね、そういう話ができる相手だってことじゃないですか。だからここは
向き合うかも、私だったら。でも1000万と500万は全然違いますよ。あ、そうですね。結婚したら分かりますよ。そう、半分、これが彼女の理想にちょっと足りないんですだったら僕話す余地あると思うんですよ。ただ、いくらか確か分かんないですけど、半分っていう時点でだいぶ違うんですよ。1000万と500万も違うし、600万と300万も違うわけじゃないですか。これ結構、もうね。この先の生活、彼女が思い出描いてた生活にはならないと思うんですよ。そう、だから、蓋開けたら、全然話が違うじゃんってなる前に、やっぱりこの結婚の話が出てるわけだから、正直にでも打ち明けるべきじゃないですか。絶対。どうなろうが、もう結果的には言わなきゃいけないわけですよ。バレますからね。バレますから、お金のことは。だから一番大事なことはまず言わなきゃいけないし、まず諦めずにそこでぶつかって、それでもこうなんかステップアップしていくように頑張るっていう。なるほど、こっから頑張るからと。そう。っていう誠意をどれだけ彼が見せれるかだと思う。それ誠意見せられたら園さんだったら OK 出しますか？よし、じゃあそこの練習行くまでにサポート師が頑張ろうなり、多分言うと思う。多分だからそれラジオ的なコメントじゃなくてですか？いや、多分、だって。半分っすよ。半分はちょっと大嘘つきだわ。いや、俺が女だったら、ちょっと待って、一回考え直そうとは言いますよ。で、結果、結婚するかもしれないですけど。だから、半分、そうね、半分だけど、いや、ここは一回、ちょっと確かに向き合おうとは言いますよ。向き合おうだけど、ここまで来てるんだから、まあね。その年収動向っていうよりは、もうどうやって生活して、今後どう考えていくかってビジョンをまず見せてくれと。だって可能性あるわけじゃないですか。まあね。だってこれあれですよね、定年前とかじゃないですもんね。定年前とか書いてないです。ですよね。だからまだ頑張れると思うから頑張ってほしい。園さんはそれで、園さんだったら、まあちょっと前向きに考えれるかもということですね。そうですね。まあ年収大事ですけど、ここだけの問題ではないっていう。頑張ってもらいましょう。頑張ってください。でも嘘はダメですよ。それでは皆さん、さよなら。